まずはじめに今回は番外編であることを申し上げます。理由は最後にお話しします。1、今更ながら FM 音源とは、ここまでいろいろ動画作成しておきながら FM 音源とは何かを解説してなかったのでざっくり説明します。 FM ってなんだ？まず FM 音源の FM ですが、周波数変調の略語です。ラジオで AM と FM とありますが、この FM と同じ意味です。ラジオの AM は電波の強弱で信号を伝えるのに対して、ラジオの FM は周波数を変化させることで情報を伝えます。ラジオの場合は復調を行い、元の音声信号を取り出します。 FM 音源は同じ仕組みで、元となる制限波を変調することで、元のポーというシンプルな音とは異なる発声が可能です。音の発声源及び音を変化させる仕組みをオペレータと言います。 DX7 では6つ、 OPN 及び OPM では4つ。今回取り上げる OPLKY は地球50は2つ使えます。アルゴリズムってなんだ？オペレータの組み合わせをアルゴリズムと言います。 DX7 などでは32パターンもあり、非常に複雑です。直列につなぐこともできれば、並列で音を鳴らすことも可能です。直列の場合はこの音をこう変調するといった具合に連続して音を変化できます。対して並列の場合は複数の音を鳴らせます。同じ音出してどうするんだの回答は後ほど出てきます。アルゴリズムの中に元に戻るパターンがありますが、こちらはフィードバックと呼ばれ、自身で変調する、イメージ的には自分をくすぐって音を変化させる、つまり一人変調ができます。2、いくつか音源関係ワードを紹介します。こちらは FM 音源に限りません。エンベロープ、ADSR ってなんだ？例えばピアノの鍵盤を弾くと最初大きい音がして、離すと音がだんだん小さくなります。この現象の設定をエンベロープ、イニシャルを取って ADSR と言います。これらのパラメータを設定することで本物っぽい表現が可能になります。次に LFO です。いわゆるビブラートのことです。低周波発信機の略ですごく低い周波数で揺らします。プロ歌手が声を揺らすテクニックと同じです。揺らすパターンは選ぶことができます。ちょっと何パターンか聞いてみましょう。不軽波、三角波、ノコギリ波、制限波、デチューンってなんだ？出力される音の周波数をわずかにずらす機能です。これは元の音と重ねて発生させることでコーラス効果を生みます。 PSG や波形メモリ音源でも多く活用された技術です。デチューンにってなんだ？ちょっとどころではなく大幅に周波数をずらして変調する技術です。例えばシンバルや効果音などの音を作ることが可能です。ここまでを踏まえて早速 FM 音源で音を作ってみましょう。普通オペレータであれば割と早く作れます。今回はディクシードを使います。こんな画面なんですが、これだけで中の人は心折れるので、使わない部分をマスクすると触る場所は今回はここだけです。今から30秒で2オペレータ音色を作ります。アルゴリズム波2オペレータにします。キャリアのエンベロープ ADSR をピアノっぽくします。オペレータ2のレベルを調整します。オペレータ2のエンベロープ ADSR をピアノっぽくします。変調するオクターブ上げます。こんな感じでしょうか。
こちらは2オペレータでオルゴールのような音を奏でることが可能です。とりあえず何か弾いてみましょう。FM 音源の系統。 FM 音源にはいくつかのグループが存在します。代表的なものをいくつか紹介します。 DX7 等のシンセサイザーを除くと3系統あります。違いはデチューン2の有無とオペレータ数の違いです。大きい M 系4オペレータでデチューン2がある音源で、以前紹介した YM2151 が該当します。バリエーションは多くなく、基本的には YM2151 一つとその他派生が若干あるとご理解いただいてよろしいのではないかと思います。 OPN 系4オペレータでデチューン2がない音源で、発生可能な音数や同時に内部収容している他の音源のバリエーションの違いで代表的なものに以下があります。 YM2203 OPN PC わちわち01など、YM2608 OPNA サウンドボード2など、YM2610 OPNB ネオジオなど、YM2612 OPN2 メガドライブなど。 OPL 系2オペレータで音色の自由、設定の自由度、内部収容している他の音源のバリエーションがあり、代表的なものがこちらです。こちらは後ほど停止してみていただくとして、まとめるとこのようになります。 YM3526 OPL シリーズのベースとなった音源です。制限波のみ2オペレータ9ちゃんまたは6ちゃん、ダスリズム5ちゃん、アルゴリズムは直列系列の2種類。国立科学博物館の2019年度重要科学技術史資料未来技術遺産に登録されました。コモドール64の FM 音源オプションとして発売されています。 YM さんは G1 FM1312 OPL の機能に加えてキャリアに制限波以外も発生可能となっています。 YMF262 OPL さんサウンドブラスタープロ2のために開発され、 PC 用内蔵音源のデファクトスタンダードとして全世界的に普及した後の携帯電話向け音源チップのベースにもなった YM2413 OPLL OPL2 をベースとし、キャリアは制限波と半波整流のみ選択可能。チップ内蔵の15音色とユーザー定義音色1個。アルゴリズムは直列のみコナミ VRC7 OPLL をベースとして音色が異なるメロディー録音のみ対応してます。 Y は1950 MSX オーディオ OPL をベースとして ADPCM 機能を搭載。 MSX オーディオとして発売されました。 MSX-FM 音源には MSX オーディオと YM2413 の2種類の FM 音源が存在し、共に OPL 系であることから2オペレータです。このことにより MSX ユーザーは4オペレータである他パソコンと比較される立場にあり、そんな MSX ユーザーの心情を投影した秋葉原のパソコンショップと思われる映画のワンシーンがある。何しましょうか。2つで十分ですよ。 No, 4, 2, 2, 4. 2つで十分ですよ。 And noodles. 任せてくださいよ。お分かりいただけただろうか。2つで十分なんですよ。分かってくださいよ。さて、4 MSX オーディオ前置きが長くなり恐縮であります。ここからやっと MSX オーディオの物語が始まります。 MSX オーディオは
年に発表された MSX の拡張音源の規格名の名称および FM 音源チップ Y は1950の俗称です。 MSX オーディオベースのカートリッジは1986年に登場し始めました。2オペレータ Q ちゃんまたはマクちゃんタスリズム5ちゃんタス ADPCM 1ちゃんの構成です。早速こちらを見ていただこう。 Ciao, hai visto? Mi sono fatto il Music Stand della Philips. Cos'è? È una cosa fantastica. Metti questa cartuccia nel computer e suoni come vuoi. Ma se fino a ieri non sapevi suonare. Ma da oggi è diverso. Puoi creare una musica con un suono qualsiasi. Sta a sentire. Oh, che bello! Allora provo anch'io. È facilissimo. Se fino a ieri non sapevi suonare. Zitta, Matteo. お分かりいただけただろうか。なんとイタリアでは MSX オーディオのテレビコマーシャルが流れていたのだ。 B-Hive のドラマーマヌエル・デ・ペッペと思われる主人公が彼女と楽しそうに MSX オーディオを楽しむ微笑ましい CM である。 MSX とヨーロッパ、特にオランダは深く長い関わりがある。オランダでは現地の家電大手フィリップスが MSX 機を販売していた。1980年代のオランダでは MSX はコモドール社のコモドール64やシンクレア社の GX スペクトラムを抑え最も人気のあるコンピューターであり、世界的にもユーザー数で考えた場合に日本に次ぐ第2の市場となった。 MSX 専門誌の MSX コンピュータークラブマガジンの定期刊行は90年代後半まで続き、これは日本の MSX ファンよりも長い。発行はオンラインで継続され、最終号は2004年11月に発行されました。なんと MSX マガジン最終号の12年後です。話を MSX オーディオに戻します。 MSX2 をキャプテンシステム、文字多重放送等のビデオテックス端末とするためのチップセットの一つとしてASCII より販売されていた。そのリリースの経緯から MSX ロゴが印刷されているが、実際には MSX 以外でも利用されている。シスネットのサウンドオーケストラシリーズやユニカサウンドの UB1 オーディオ 9WX といった PC9H01 用サウンドボード MG2H61 用の ADPCM ボード MG1E35 アーケード基板などにも搭載された実績がある。内部的に FM 音源部 ADPCM 音源部 IO 制御部と分かれており、 FM 音源部は前述の通り YM3526 と完全に同一である。 ADPCM 音源部は 1.8kHz 16kHz でサンプリングでき、 1.8kHz 50kHz で再生可能で音階がつけられる。波形メモリーとして最大 256KB の DRAM を実装可能である。このメモリーが高コストの要因になっている。データは 8bit PCM であるが、内部では 4bit ADPCM データとして処理される。 ADPCM はほぼ同等の機能が後に同社製 FM 音源チップである YM2608 YM2610 にも搭載されている。まずはアーケード作品から見ていこう。サイコソルジャー、1987年3月に SNK から発売された強制横スクロールのアクションシューティングゲームです。本作はメイン BGM に肉声によるボーカル音声が用いられた業界初の歌うゲームとしても有名な作品で、第1ステージと以降の特定のステージで BGM の1ループ分のみ歌が流れるようになっている。 FM 音源で音楽部分を ADPCM 音源でボーカル部分を再生している。ボーカルの音声は日本国内版は日本語、海外版では英語となる。日本語版、英語版とも当時アイドルだった清水香織が歌唱を担当している。その他ファイティングサッカー、バミューダトライアングル、航空機兵物語、タッチダウンフィーバー、ゲバラなどのアーケード作品が存在する。
日本の MSX での活躍。 MSX マガジン1987年7月号特別付録。そのシート MSX オーディオの世界。ここで MSX オーディオは衝撃的なデビューを果たす。朝倉大輔氏によるディーバ1ブリトラの炎。当時 PSG しか使えなかった MSX ユーザーに驚きをもって迎えられた。 FS-CAH は同じ年パナソニックから発売された MSX オーディオユニットです。 FS-CAH は H コンポシリーズと銘打ったパナソニックの H シリーズを想定した得意なカートリッジ形状になっているため、機種によっては装着が不可能なこともあった。出力端子は RCA 端子が色分けされて2つ用意されているが、Y は地球50からの出力はモノラルであるため、双方の端子へは同じ音声が出力され、カートリッジにもそのブロック図が図示されている。それとは別に PCM 録音用標準プラグと鍵盤を接続する端子も用意されている。サンプリングデータを 64KB のロムに18搭載していたほか、拡張ベーシックやシンセアプリケーション MSX ミュージックシステムを内蔵していた。ロムのサンプリングデータは犬や猫の鳴き声、ゴルフスイングなどほとんどが効果音で、楽曲作成に向いたものではなかった。当時はラムの価格が高かったこともあり、価格も34,800円と MSX 本体に迫るものとなっている。 MSX オーディオ対応カートリッジソフトは MSX1 ゲーム1つと MSX2 ゲーム3つだけです。ファミリースタジアム、プロ野球ペナントレース、ラビリンス、戦場の狼、ゼビウス、ハルドラウト、サーガ、MSX オーディオ対応フロッピー、ディスク対応ゲームはいくつか存在します。コラムス、ドラゴンクイズ、ファミリースタジアム、プロ野球ホームランコンテスト、またコンパイルゲームのほとんどとディスク、ステーションのほとんどは MSX オーディオ対応です。日本では34,800円という値段の高さと対応ソフトウェアの少なさからほとんど普及することはなく、その後1988年に7,800円で発売された MSX ミュージック IM2413 規格の FM パナアミューズメントカートリッジが普及、事実上の標準音源となった。海外での MSX オーディオの活躍に目を向けよう。国外ではフィリップスよりNMS1205 ミュージックモジュール、東芝より HX MU900 MSX ミュージックシステムという名称で発売されました。フィリップス NMS1205 はイタリアではミュージックスターという名前で販売された。それらは MSX オーディオ規格の使用を部分的にのみサポートしています。先日のテレビコマーシャルの通り、ヨーロッパ地区においても輝かしくデビューを果たす。しかしながら海外においても非常に高価であり、当時の少年少女たちは簡単には購入できなかった。日本では安価な FM パックが発売されたが、日本でしか発売されなかった。海外での MSX の FM 音源は実質 MSX オーディオ一択であった。80年代終わり頃、海外の熱心な MSX ファンたちは MSX オーディオは憧れの存在であり欲しがった。そしてやっと購入できたファンたちにより、日本を超える勢いで非常に愛された。フィリップスの本拠地であるオランダのファンは MSX オーディオでのデモンストレーションやゲームを作曲しすぐに成功を収める。デモンストレーションのために MSX オーディオを本来のメモリーである 256KB にアップグレードしている。 MSX の商業的な活動が収束した後、1990年代以降の同人ベースでの活動、また2000年代以降のウェブベースでの活動も活発であり、
世界の MSX 情報の集積地となっているウェブサイト MSX リソースセンターオランダのサイトである。今回の動画も多くのオランダ発の情報を引用している。 MSX オーディオに対する一部熱心な愛のあふれる自信と誇りのある名文を引用する。 MSX オーディオは FM パックと比較すると全ての楽器がいつでも使用できます。残念な制限事項はありません。 MSX オーディオには退屈なアスタリスクはなく、ただ楽しいだけです。さて、2020年11月 MSX オーディオの新ハードであるオーディオウェーブが発売された。物理的に Y は地球50を搭載しており、もちろん本物の MSX で動く。 MSX のミーティングイベントは海外各国で積極的に開催されている。オランダではなんと1992年以来隔月で開催されている。スペインのバルセロナ、マラナ、セビーリャ、ドイツのシュトゥットガルト、オランダのネイメーヘン、ウェスト、フリースラント、ブラジルのリオデジャネイロ、すべてここ最近のファンミーティングであり、内容抜粋すると著名人よる講演、ゲームの展示、新旧の MSX モデルの展示、ニュースや情報の交換、技術サポートや修理、一緒にコーヒーを楽しむ、バーベキューなどが楽しめる。 MSX に対して同じ愛を持った共振者の集まりです。 MSX に興味のある方はぜひご参加くださいとのことである。移住しかない。今回動画投稿している2023年9月において、年末にオランダで MSX GoTo40 イベントが行われる。開演3ヶ月前時点でチケットはソールドアウト。イベントでは西先生の講演、新田先生のチップチューンパフォーマンスが予定されている。最後に、このチャンネルは基本的に30年くらい前のことを熱く語るチャンネルです。動画の初めに今回は番外編である旨をお話しした。理由は明確であり、世界レベルにおいても MSX は30年前を思い出す懐かしのハードではなく現役のハードなのだ。エミュレーション等も一部含まれるが、当時そのままの機材もまた現役である。2023年日本初の新しい MSX が発表リリースされた。 MSX には過去を懐かしがるという概念は存在しない。そして今日も世界中の MSX に魅せられた MSX 野郎たちが世界のどこかで新しい MSX 音楽を作り続けるのだ。This is how it should be done.